はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。トヨタの新型コンパクト SUV ヤリスクロス、ついに発表されましたや。いやー、かねてからね噂は聞いていたんですけれども、もともとね、ジュネーブ国際モーターショーで披露する予定だったそうなんですけれども、昨今のコロナウイルスの騒ぎでですね、こういったね、モーターショー系は全てね、キャンセルになってしまったので、オンライン上で、発表されましたね。今回の動画ではね、コンパクト SUV ヤリスクロスのボディサイズとかね、パワートレーン、スペック、発売日などの情報をまとめてみたいと思います。で、ヤリスではね、ついていなかったあれがね、今回のヤリスクロスにはついたという朗報もある一方で、気になるちょっとポイントもあるので、その辺もね、動画でまとめてみたいと思います。まずはですね、こちらヤリスクロスのエクステリアから見てみたいと思うんですけれども、こういうデザインで来るかという感じですね。いや、正直もっとねヤリス寄りで、もうあんまりヤリスと変わらないデザインで来るのかなと思ったら、オリジナリティの高いデザインで来ましたね。いや、これはこれでね、今までのトヨタのデザインとは一線を画するデザインですよね。これちょっとね、なんかキアとかのデザインにも似てるんじゃないかなと一瞬思ってしまうような、意表ついたデザインだったんですけれども、特にねグリル周りとかですね、ベースとなっているヤリスとかとは全くね違うグリルのデザインになってますよね。昨今のトヨタではキーンルックというね、中央の、トヨタマークから中心に、左右に広がっていく、グリルとか、ヘッドライトのデザインになっていましたが、これはねまた全然違うデザインになりましたね。なんかアーバンな感じで、個人的にはねこのデザイン結構好きですね。で、トヨタのプレスリリースを見てみると、ヤリスクロスはヤリスブランドで築いてきた走る楽しさへのこだわり、クラスを超えた質感を受け継ぎつつ、都市型コンパクト SUV を再定義することを目指して開発してきたというふうにありますね。ベースとなっているヤリスと同じ、TNGA プラットフォームの GAB というね、B セグメントの、プラットフォームを使って、一新したハイブリッドシステムの採用などにより、高次元の基本性能と環境性能を実現、また取り回しの良いボディサイズと居住性や荷室空間といった SUV らしいユーティリティ性能を両立しましたとあります。で、エクステリアに関しては SUV ならではのロバスト、頑強さを表現していますと。インテリアデザインもワンランク上の質感と居心地の良さが感じられる造形としましたとあります。で、新型ヤリスクロスの、ボディサイズなんですけれども、全長4180、全幅1765、全高1560と、アンテナを除くとありますので、全高がですね 1.55 を超えてしまっているので、マンションの立体駐車場などの中段ですね、全高が 1.55 以下のパレットには残念ながら収まらないというところですね。どうしてあと10ミリなんとかなんなかったもんかなと思いますが、これによってね、購入を断念せざるを得ない人がいるかと思います。それ以外はね、全長全幅ともにマンションのパレットには収まりますので、最上段とかあとは2メーターまで置けるパレットには OK ということですね。で、ベースとなっているヤリスのボディサイズが全長3940、全幅1695と、で全高は1500から1515というサイズになっていますので、ヤリスクロスの方が全長で 240mm 長く、全幅で 70mm 広く、全高で 60mm 高くなっていますが、ホイールベースがですね、実はヤリスクロスの方が 10mm 延長されているんですけれども、2560となっていますが、ホイールベースがね 10mm しか変わっていないので、延長されている部分はオーバーハング部分となるので、後席の居住性に関してはヤリスとあんまり変わらないかもしれないですね。ヤリスの後席はですね、お世辞にも広々というわけにはいかずにですね、身長170センチぐらいの私が、運転席に座ると、後席には拳が1個あるかないかという感じだったので、快適に座れるかって言われると、あくまで2人乗りプラスアルファっていう風に考えておいた方がいいかもしれないですね。これは実際座ってみないとわからないので、もしかしたら広くなってるかもしれません。そして、エンジンパワートレーンなんですけれども、ガソリンとハイブリッド2つ用意されていまして、ガソリンモデルが、直列3気筒 1.5 リッターダイナミックフォースエンジンと、でハイブリッドの方がリダクション機構付きの THS2、トヨタハイブリッドシステムですね。3気筒 1.5 リッターダイナミックフォースエンジンがそれに合わされています。早い話ヤリスと同じって感じですね。で、トランスミッションはですね、これもまたヤリスと同じですね。ガソリンモデルの方にダイレクトシフト CVT という一足の発進ギアを持つCVT が搭載されると。これはね、
CVT ならではのラバーバンド感のある、ゴムバンドフィールと言われるやつですね。回転だけが上がって、車速がついてこないっていうのを払拭した一足の発進ギアを持つ、シフトになっています。そしてどちらも FF と 4WD が用意されていて、ハイブリッドの方は E4 という、電気式の4輪駆動となっています。ではね、また改めてヤリスクロスのですねエクステリアの写真を1枚ずつ見てみたいと思うんですけれども、こちらのね1枚目の写真はボンネットを斜め上から見ていますが、ボンネットフードのところにはねかなり鋭角な、キャラクターライン引かれていますね。そしてヘッドライトなんですけれども、かなりシンプルな造形ですよね。最近のトヨタにしては、結構シンプルめな、ヘッドライトなんじゃないかなと思います。それゆえにねシンプルで、表情はねかなりプレーンな感じで好印象ですね。ヤリスなんかよりも一般的に広く受け入れられそうなデザインじゃないでしょうか。でこのねアイライン調に光っている、ポジションランプは多分デイライトの機能が備わっていると思います。そしてロービームはね、こう丸めのやつがありますね。 LED フォグもこちらのね、写真にはついていますね。それにしてもこのグリルの形今までにないですよね。ほんとこれちょっと日本車っぽくないというか、もっと言ってしまえば先ほども言いましたけども、キアとかね、中国とか韓国の車っぽい雰囲気も若干感じなくもないんですけれども、皆さんどう思いますでしょうか。そしてね、ツートンルーフの仕様があるみたいですね。ヤリスクロスは B セグメントに分類されますので、トヨタではね A セグメントのコンパクト SUV としてはライズがありますが、ライズと C セグメントの CHR の中間になるこの SUV になるということですね。ライズでも CHR でもツートンルーフは用意されていますが、よりねなんかアクティブな印象は受けますよね。コンパクトで凝縮感のあるエクステリアだと思います。そして、ボディサイドのロアのところにはね、無塗装掃除のこうなんかガードみたいな、サイドプロテクターみたいなのがありますが、そこにもねヤリスクロスというねロゴがワンポイント入っていますが、こういうね細かい演出が憎いですよね。そして力強いフェンダーアーチモール、ここも無塗装素地になっていますが、それもね SUV ライクでいいですよね。車高が高められているので、走破性も高まっていると思いますが、都市型 SUV ってことでねオーバーハングも長めなんでアプローチアングルはあまり期待できないかと思いますが、本当にね、見た目で選んでいい車じゃないかなと。で特にこのいかついですね、ホイール履かれていますが、これ最大18インチまで許容するというふうに、プレスリリース欧州の方に書いてありましたので、これおそらく18インチアルミホイールが履かれているんじゃないかと思いますが、 B セグメントの、コンパクト SUV でここまで巨大なホイールを履くっていうのはね、かなり足元力強く見えるんじゃないかなと期待できますね。そして斜め上から見たカットなんですけれども、これもね、ツートンルーフが目立っていいですね。でシャークフィンアンテナになっていますし、結構ね大きめの、ルーフスポイラーがついているんじゃないかなと思います。いやまたこれはね CHR とかライズなんかよりもちょうどいい塩梅のボディサイズだなと思いますね。ライバルとして想定されるのがフォルクスワーゲンの T クロスとか、ホンダのベゼルなんかだと思うんですけれども、またねほんと隙間を埋めるような絶妙なところに売れそうなモデルを投下してくるというところは、やっぱさすがトヨタはうまいなと思うところですね。しかもこの物欲を刺激するエクステリア、私もねフィット買っちゃったばっかですからね。このセグメントはもうちょっとね発表が早かったら私もこっち行ってたかもしれないですね。で続いての、画像はこちらサイドから見たような画像ですけれども、全長ね 4.2 メーター以下のボディに18インチのアルミホイール履かれてたら、そりゃね立派に見えますよね。でフェンダーアーチモールも力強いですので、レクサスのUX はあれ C セグメントになるので、あれよりもね一回り小さくて本当 UX をちっちゃくしたみたいな、そういうねかっこよさがありますよね。でアルミホイールもね UX のバージョン L とかが履いているホイールに似てますし、いやこれいいな。でレクサスでもね、UX よりも小さい、コンパクト SUV の、開発の噂が出てますが、これがベースになって、出てくるんじゃないかなと予想されます。いやそれも期待だなこれ。そしてね次の写真だと、ヤリスクロスの、リアサイドを、アップにしてみた写真になっていますけれども、結構ねドア周りとかもね、キャラクターラインがずっしり引かれていて、かなりね力強く、サイドのね造形も密度感高くなっているんじゃないかなと。でリアコンビネーションランプもサイドの方に回ってきていますが、
次の写真でね見るとねリアの写真になっていますけれども、ちょっとね新型ハリアーにも似たような、切れ長の、リアコンビネーションランプになっていますね。で、ブラックアウトされたパネルで左右がつながるようなデザインになっていますが、中央の部分までは LED はつながらないみたいですね。この辺はねハリアーと差別化しているのかもしれないですけれども、リアビューもねなかなか力強くて、ハリアーをね、小さくしたような、レクサス NX を小さくしたような、そんな力強さのあるリアビュー。いやこれはね結構造形いいんじゃないかなと期待できちゃいますね。これは売れちゃうんでしょうね。またこれもねライズもバカ売れしてますからヤリスクロスも、ライズではちょっとね電動パーキングブレーキがついていなかったり、内装の質感がちょっとっていうような人だったら、ヤリスクロスだったらちょうど絶妙にねいいんじゃないかなというサイズ感になっていると思います。続いてはね内装の写真なんですけれども、これはねもうヤリスですね。ただですねヤリスと違うところが最大の違いがありましてですね、それがどこかと言いますと、もうお分かりですね。ワンソクの視聴者の皆さんだと、それはこちらですね。朗報、ついにヤリスクロスにも電動パーキングブレーキとブレーキホールド採用ということですね。いやーパチ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 って感じですね。いやこれ先に出してくれよって感じですね。でヤリスの日本仕様では、欧州ではねヤリスにも電動パーキングブレーキとブレーキホールドあったんですけれども、日本仕様ではなぜか外されてしまっていて、サイドブレーキになっていたので、私がもう超絶秘宝って感じで言ったんですけれども、このヤリスクロスに関しては日本仕様でもどうやら電動パーキングブレーキとブレーキホールドが採用されそうと。いやこれは何よりの朗報ですね。そして、ヤリスとの違いはですね、その隣にですねプッシュノーマルっていう風に書いてありますけれども、どうやらドライブモードセレクトのダイヤルがあるっぽいですね。でさらにですね、細かいところなんですけれども、インパネ部分のエアコンの操作パネルの下のところにですね、ヒルディセントコントロールみたいな、スイッチがありますね。これはヤリスにはなかったものなので SUV というねキャラクターを考慮して、これがついているんじゃないかなと思います。そしてですね目ざとく細かく見てみますと、どうやらですねメーターパネルがですねヤリスとは違いそうですね。ヤリスは二眼タイプのデジタルメーターの中央に 4.2 インチのマルチインフォメーションディスプレイが装備されるものがありましたが、ヤリスクロスはですねラブ4と同じタイプになりそうですね。真ん中が7インチの大型の、デジタル液晶メーターになりそうですね。ここもねヤリスと違うところかなと思います。ただし、手放しで、褒められない部分っていうのはね気になる部分が私ちょっと発見しちゃったんですけれども、これもね良し悪しだと思うんですけれども、欧州のヨーロッパのトヨタのプレスリリースにはですね欧州仕様のヤリスクロスの写真が上がっていたんですけれども、そちらと見比べるとねやっぱりねまたちょっと差別化されてるっぽいんですよね。というのも、質感がね欧州仕様の方が良さげな感じですね。こう見比べてみると、こちらが、欧州仕様の写真なんですけれども、まずダッシュボードのところですね、インパネの中央部分、ここがピアノブラックになってるっぽいですね。日本仕様の方はなってないっぽいです。無塗装素地になるっぽいですね。そして、センターコンソール、シフトブーツがこっちについてますが、日本仕様にはなぜかシフトブーツなしと。これヤリスと同じ差別化なんですけれども、このなんかね棒のが出ちゃってる、そして無塗装素地のパネルがある、シフトの周りはこれ明らか欧州仕様の方が質感高いですよね。でその周りのメッキ塗装部分もやっぱりなんか欧州仕様の方が見た目よく見えますね。ただ細かいところとしてはですね、欧州仕様の方にはヒルディセントコントロールとかのスイッチが見当たらないっぽいですね。なのでこの辺はもしかしたら日本仕様の方が、機能面では拡充されてるかもしれないです。そして日本仕様にはあった、ドライブモードセレクトのダイヤルも見当たらないので、もしかしたらグレードとかによって差別化されてるのかもしれないですけれども、今の現状の段階だと、欧州仕様と日本仕様だとちょっとね差があるっぽいですね。そしてね次の、カットボディの写真なんですけれども、リアシートまでね、見える写真になっています。ちょっとねレザーシートみたいな、質感の高そうなねシートになってますよね。ただ後席の、アームレストは備わらない模様ですね。これ実際座ってみないとわからないですけど、このカットボディから見るとなんか後席のヘッドクリアランス周りはなんかヤリスより広そうな、
期待がちょっと持てるかなという感じもします。そしてね、最後の写真なんですけれども、ヤリスの GR ヤリスと、通常のヤリスと、ヤリスクロスが、3つ並んでる写真ですね。これで見てもやっぱりヤリスクロスはね、車高が高くなっているし、もう足元のね力強さが全然違いますね。いや、この B セグメントの、コンパクト SUV で、このね絶妙な、力強さのあるエクステリア、いやこれはねちょっと物欲刺激されますよね。そしてね、最後気になる、ヤリスクロスの発売日なんですけれども、日本では2020年秋と、それから遅れて欧州では2021年半ばということなんで、日本の方がね先に発売されるということですね。これはね嬉しいですね。秋っていうことなんで、9月から11月ぐらいまでの間になるんじゃないかと思いますが、7月ぐらいからね早ければもしかしたら価格が分かってね見積もりとかも取れるようになるかと思いますので、情報入り次第ね私も追っていきたいと思います。ということで、あなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。